みんなこんにちは。動画ナビゲーターのずんだもんなのだ。今回はカリブ海に浮かぶ美しい島国セントルシアをテーマにお届けするのだ。セントルシアといえば青い海と山の絶景リゾートとして有名だけど、実は今スポーツの面でも大きく動いている国なのだ。今日一押しのニュースはカシミールの遺産と今後の展望パート1という記事なのだ。2021年から2025年まで青年開発スポーツ賞を務めたケンソン・カジミア氏の取り組みが紹介されているのだ。学校陸上は週末開催のアイランドチャンプスに生まれ変わって、サッカーとクリケットではセミプロリーグが新しくスタート。2024年にはなんと T20 ワールドカップを開催して、タレン、サミー、クリケット場は ICC から地域ナンバーワンのピッチと評価されたのだ。さらにボクシングでも2025年カリブ選手権を含む6大会を政府が支援していて、ボクシング連盟はその支援を10点満点中9点と高く評価しているのだ。2023年だけでもおよそ48万1000東カリブドルがエリート選手や新しい才能を支えるために投じられて、海外遠征や用具の補助に使われたのだ。2部制のセミプロサッカーリーグや新しい種目を扱う代替スポーツ部門もできて、若者の競技機会やスポーツ観光がどんどん広がっている一方で、まだ施設整備などの課題も残っているのだ。この続きは次回の記事で詳しく論じられるそうなので、セントルシアのスポーツの未来がどうなっていくのか一緒に追いかけていくのだ。セントルシアは東カリブ海に浮かぶ島国で、首都はカストリーズなのだ。先住民の後、仏英が争い、1979年に英連邦内で独立したのだ。議会制民主主義で総督が君主を代表しているのだ。人口は約18万人で、観光や農業、金融サービスが資産業なのだ。クレオール文化やカリプソ音楽、ピトン山の景観が魅力で、近年は観光回復と気候変動対策が注目されているのだ。一つ目のニュースなのだ。セントルシアに希望を与えた選手という記事なのだ。セントルシア出身の陸上選手ジュリアン・アルフレッドがパリ2024で同国初の五輪金メダルと銀メダルを獲得し、ダイヤモンドリーグ2冠や世界選手権銅メダルも手にして、小さな島国でも世界で戦えると国民に信じさせたのだ。彼女の活躍で陸上への関心が高まり、1ショートトンナショナルバンクなど企業スポンサーも増え、他の選手の支援も進んだのだ。さらにクリケットのセントルシア、キングス優勝の原動力となり、料理人や建設作業員まで自分もジュリアンのようにと奮起しているのだ。観光面でも五輪期間中にセントルシアが Google 検索で世界2位となり、彼女は観光大使に任命され、世界的スプリンターたちの来島も呼び込んでいるのだ。まだ24歳ながら多くのセントルシア人を押し上げる存在になっているのだ。2つ目のニュースなのだ。カシミールの遺産と今後の展望パート1という記事なのだ。2021年から2025年までセントルシアの青年開発スポーツ省ケンソン・カジミアが国内スポーツ政策を率いたのだ。彼の下で学校陸上は週末開催のアイランドチャンプスに刷新され、サッカーとクリケットのセミプロリーグが新設されたのだ。2024年には T20 ワールドカップを開催し、タレン、サミー、クリケット場は ICC から地域ナンバーワンのピッチと評価されたのだ。ボクシング連盟は2025年カリブ選手権など計6大会を政府支援で実施し、支援度を10点満点中9点と評価したのだ。政府はエリート、新興選手支援に2023年だけで約48万1000東カリブドルを投じ、海外遠征や用具を補助したのだ。さらに、2部制セミプロサッカーリーグや代替スポーツ部門の設置で、若者の競技機会とスポーツ観光が拡大した一方、施設整備など課題は残り、続きは次回で論じられるのだ。
3つ目のニュースなのだ。オピニオン。セントルシアがピエール氏を支持し続けた理由後編という記事なのだ。この記事はセントルシアで2025年選挙の有権者がなぜフィリップ・シェイ・ピエール首相と与党 SLP を支持し続けたのかを論じているのだ。著者は最低賃金引き上げで1万3000人の賃金改善、若者向けビジネス支援、ユースエコノミー、CXC や保育、大学支援、年金と公務員給与の増額、失業率低下、経済成長、インフラ整備やセントジュード病院完成などを具体的成果として挙げているのだ。野党 UWP はこれらをばらまきと批判したが、貧困対策の代案や一貫した政策を示せず、弱者支援を軽視しているように見えたため、有権者は人中心の社会政策を重視するピエール首相を選んだのだ。スンダモン、ジュリアン選手の快挙と若者支援、政策成果が合わさり観光と希望を押し上げる、セントルシアの未来は輝くなのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。